兵糧攻めをしたりとか、そういうことをすると、確実に人の命を奪わずに、降伏させることができますよとか、そういうことも一つの戦略としてやってましたね。忍者の役割は、諜報活動や任務を成し遂げるために相手を自分の望んでいる方向に持っていく心理戦でした。その諜報活動の基本となるのが、人の心をいかにして操るかということです。ですので、人心掌握は忍法の心得というべきものでありました。忍者が実践していたコミュニケーション力とはどんなものだったのでしょう。忍者と一緒にジャパニーズカルチャーを学ぶ忍者カルチャー TV。 こんにちは、くのいちの鏡と申します。今回は対人術について楽しく学んでいきましょう。結論から申し上げますと、忍者が実践していた対人術、それはズバリ五条五欲をくすぐることです。相手に取り入るための隙を作るのに、人の感情や欲望を揺さぶり、思うように動かす、目的を実行するための対人戦略における忍者の心得、それが五条五欲の断りです。忍術には五条五欲の断りという術があります。五条というのは、人間の喜怒哀楽に恐れをプラスした5種類の感情を刺激して人の心を動かす術です。そして五欲というのは、仏教用語でいう5つの欲のことを指します。それは財欲、飲食欲、名誉欲、性欲、睡眠欲という5つの欲望のことです。これらの5種類の欲望を使って人を意のままに動かすのです。五条の断りは、五者の術ともいい、喜怒哀楽、恐の5つの感情を利用した交渉術です。喜者の術は、お世辞や褒め言葉などでおだてて喜ばせ、心理的な隙を作ること。土者の術は、短気な人を怒らせて平常心を失わせることで冷静さを失わせること。愛者の術は、不幸や困っている様子を見せて相手の同情を誘うこと。楽者の術は、宴会などで相手の士気を下げる、物を買い与えて買収するのも含むこと。強者の術は、力などで相手を威圧して従わせることを言います。次に、五欲の断りとは、人が持っている食、性、名誉、財、趣味という欲望を巧みに誘って意のままに相手を操ることを言います。食は、食や酒の欲に訴えることで油断を招きやすく、つけ込みやすかったと言います。性は、色欲を利用して対象を骨抜きにすることであり、くのいちの術はこれにのっとったものと言えます。名は、名誉心や功名心、出世欲などに訴えることで、社会的地位の向上を餌にして相手を動かすことです。財は、金銭で相手を釣り上げ、賄賂などを使います。趣味とは、相手の趣味や収集に取り入って相手を油断させて操ることを言います。どの手段を用いるにしても、忍者は常に冷静沈着である必要がありますし、また相手の情報を正確に掴んで対処する必要がありました。このような対人術は記録には少ないのですが、心理戦を主とする忍者の戦い方、そして任務を果たす方法としては正しいものでありました。人の欲を刺激して意のままに操る術は、もともと兵法の心理戦から生じて、戦いでの策略に利用されました。これらは人間の本質であり、それを知っていればどんな分野にでも応用が効きます。過去の動画でご紹介した忍者の文献を研究している颯さんも、忍者の対人術についてこうお話しされています。相手が何を一番得意としているのかだったり、相手が何を好んでいるのかっていうのもやっぱり情報収集の一つなので、じゃあお城に忍び込むっていう情報を聞き出すという形になると、まずお殿様に直接聞くことはまずできないので、じゃあ例えばそこに勤める一番下の家臣の人たちから情報を聞いて、お殿様の不平不満だったりとか、そういう話を合わせながら、そうだよね、みたいに話を合わせていく。で、同じ気持ちでいるんだよっていうことを共有して、で、そこから心を相手に開いてもらう。実はこういうことが起
こってるんですけど、どう思われますかみたいな感じで話をしていくと、上の人たちも不満がある人たちは、いや、実はこういう風な不満があって、どうしていいものか今悩んでるんだよっていうことで、じゃあお殿様の弱点がどんどん出てくるんで、じゃあ最終的にはお殿様に対して、こういう風な作戦を持っていって、戦を仕掛ければ勝ちますよとか、こういう情報が今あるから、兵糧攻めをしたりとか、そういうことをすると、確実に人の命を奪わずに降伏させることができますよとか、そういうことも、一つの戦略としてやってましたね。社会で生きていくには必ずと言っていいほど人間関係が必要です。もちろん忍者も例外ではありません。対人戦略を練り、敵地でも自然なコミュニケーションが取れるようになると、相手の意図や要望をうまく引き出して敵の隙を突くことができます。忍者が実践していた対人術とは、人間関係を円滑に運ぶためのコミュニケーション能力なのです。相手の懐に入り込みやすい人になるにはどうすればよいのでしょう。これは忍術ではなく対人術になりますが、こういったスキルを身につけているとコミュニケーションが上がります。まず、共感しながら相手の意見に耳を傾けられる人。自分の考えを的確に相手に伝えられる人。自然なコミュニケーションができる人です。対人術をアップさせる具体的な3つの方法があります。1つ目、相手の話を聞くスキルを磨く。相手の気持ちに寄り添って話を聞くと、その人からの信頼も得やすくなります。ただ単に話を聞くのではなく、じっくりと会話に耳を傾け、相手の意図を汲み取ります。共感しながら相手を理解する力を磨きます。2つ目、言語化コミュニケーションを鍛える。自分の考えを的確に説明し、相手にきちんと理解してもらうための術として、伝達力を養います。わかりやすい言葉選びや論理的な思考方法を会話の中で意識していきます。自分の考えを的確にアウトプットするための語彙力も重要なので、日常的に読書をしたり、読んだ文章を自分の言葉で説明するといったトレーニングをして、言語化コミュニケーションを鍛えます。3つ目、非言語コミュニケーションを鍛える。非言語コミュニケーションとは、つまり顔の表情、仕草、言語を介さず無意識のうちに相手に与える印象のことを言います。自分が相手にどう映っているのかを客観的に分析したり、豊かな表情の作り方を研究します。対人能力は忍者だけでなく、現代でもあらゆる人において欠かすことのできない重要なコミュニケーションスキルです。対人能力を積極的に身につけて、日常での様々なシーンに役立てて楽しい忍者ライフを送りましょう。今の時代はもう本当に簡単に SNS とかで相手の考えとか出てきてるんですけど、あれはあくまでも画面の中の世界なので、その人の本当の気持ちっていうのはわからないんですよね。だけど、1対1で話し合うとか、いろんな人の意見を間近に聞くっていうことがやっぱり大切で、その日本の社会においてはそれが今必要とされてるのかなっていう感じに思いますね。本日のジャパニーズカルチャーはアキラの金田でした。いかがだったでしょうか。今回は忍者が実践していた対人術についてお話しさせていただきました。このチャンネルでは忍者文化の保存とジャパニーズカルチャーの発展に貢献し、文化の理解を深めることを目的としています。面白いと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、あなたの地元に伝わる忍者の言い伝えやイラストのリクエストなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。では本日も動画を見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。